炭酸銅化見てみましょう。炭酸って CO2 だね。で銅化が合成ですよね。炭酸銅化っていうのは CO2 から有機物を合成することだね。有機物っていうのはね、炭素を含む複雑なものってイメージね。有機物はね、炭素を含む化合物からね CO2 とかね、単純なものを除いたものを有機物って言います。で、炭酸銅化ってね、なんかじゃあ CO2 から有機物作るってなんかね、それって光合成じゃんと思うかもしれないけど、実は光合成の他にもいっぱいあるんですね。炭酸銅化ってマルタン銅化って言うけど、炭酸銅化って実は光合成の他に化学合成っていう炭酸銅化の方法もあるんですね。昔ね、深海にさ、人類が降りていった時に、深海なんか生き物なんか一匹もいねえと思ってたんですよ。なんでかっていうと、なんていうの、植物イコール生産者と思ってたから、植物がいなければ、生産者がいなければ消費者なんかいるわけないから、光の届かない真っ暗な海底なんかに生き物なんかいるわけないと思ってたさ。で、潜水艇でこう降りてったら、もうびっしり生き物だらけだったね、海底がね。これびっくりしちゃって、これ何がどうなってんだと思ってよくよく調べてみたら、実は深海では化学合成っていう光を使わない炭酸銅化の方法で有機物を合成する生き物がいて、その生き物たちが生産者になって生態系が豊かな生態系がそこに存在していたんだね。とっても面白いことだ、大発見だったんですよね。でそれは後で見るとして、光合成、実はね、光合成にも2種類あります。酸素発生型の光合成とね、酸素発生するに決まってんじゃんね。だけど実は光合成で光合成では酸素が発生しますっていう小学校で習ったことは、実はね、広い生物界の一部でしかないんだね。酸素発生しない光合成があります。非酸素発生型の光合成があります。酸素発生型の光合成を行うのは、小学生が勉強する植物とか、あとは生物基礎でできたシアノバクテリア。27億年ぐらい前に地球上で初めて酸素発生型の光合成を行って、水をぶっ壊して酸素に変えて空気中にばらまいて、海中とか空気中にばらまいて、こんなにね酸素だらけの惑星に変えたのはこのシアノバクテリアです。それよりね前はこっちをやってた生き物がいたって言われてるんだけど、シアノバクテリアが初めてね酸素発生型の光合成を始めたと。でシアノバクテリアって、別な細胞の中に共生していって今の葉緑体になったって言われてます。シアノバクテリアってね原核生物だから、シアノバクテリアの細胞の中には葉緑体はないから気をつけてね。彼らがね酸素発生型の光合成を行う生き物。じゃあね、こっから下だよね。全然中学校じゃ触れないのはね、酸素を発生しない光合成があって、それを行う生き物たち、光合成細菌っていうやっぱり原核生物です。光合成細菌。生物例が問われます。光色葉細菌や緑色葉細菌。光色葉細菌や緑色葉細菌がその例です。でね、この植物とかシアノバクテリアの、酸素発生型の光合成ってめっちゃすごいことで、何がすごいかっていうと、彼ら超スペシャルな光合成色素を持ってて、クロロフィル A っていうんだけど、クロロフィル A。このクロロフィル A っていうすげえ光合成色素、何ができるかっていうと、水を分解できるんですよ。地球って水の惑星じゃん。水の惑星において水が基質として使えるってすげえことだよね。水を分解して排気ガスとして酸素を捨て始めた。でさっきも言ったけど、シアノバクテリアが水を分解して、これ欲しいのは、光合成に使うのは水の中に入ってた電子なんで、水っていう袋をベリッと開けて中の電子を取り出して電子だけ使って袋は捨てたんだよね。その捨てた袋が O2 だ。 O2 で地球が満たされることになったと。でこの水を分解することがで水から電子を抜き取るのに必要なのはこのクロロフィル A。 一方彼らはね結構ね、光合成のプロトタイプって言ったらちょっと語弊があるけど、
原始的な光合成を行う生き物たちで、実際ね光合成細菌の中にはね光化学系1っぽいものだけを持つ生き物とか光化学系2っぽいものだけを持つ生き物とかが発見されてて、おそらくそういう生き物たちが融合するかどうにかして光化学系2と1を持つ酸素発生型の光合成を行う生き物が誕生したって言われてます。おそらくこっちの方が原始的。27億年前にシアナゴ星が誕生する前におそらく酸素発生しない型の光合成をしていた生き物たち。彼らはクロロフィル A っていうねすごいものは持ってません。バクテリオクロロフィルを持ってます。バクテリオクロロフィル。バクテリアが細菌って意味だよね。バクテリオクロロフィルで、バクテリオクロロフィルは水を分解できません。その代わり硫化水素を分解して酸素を捨てる代わりに硫黄が捨てられます。欲しいのは中の電子だからね。パンを買ってきて H2S をビリッと開けて中の電子パンを取り出して袋は捨てるって感じね。袋が S、硫黄ですね。どっちも中の電子が欲しいんですよね。誰から電子を引き抜くかの違いね。で O2 とか S は空き袋だから捨てちゃう。さっきも言ったけど光合成細菌は水を利用できない。こんだけ水がありふれながら水を利用できない H2S しか開けられないよって。植物とかシアナバクテリアは周りにめちゃめちゃ水があってビリー電子ビリー電子ね、ビリー電子って水からガンガン、H2O からガンガン電子を取り出せるっていう、こっちの方が原始的だって言われてます。化学式でも問われるから化学式一緒に見てみよう。光合成の化学式ね。CO2 から CO2 と水を使ってで水が壊れて酸素が生じてで有機物を作ってると。水から電子を引き抜いてできた空き袋がこの酸素です。光合成細菌はどんな化学式になるかっていうと CO2 使うのは同じだけど水じゃなくて H2S 硫化水素を使います。で水を使ってる、ね、H2O を使ってるから 6O2 ができるんだけど、今回は H2S を使ってるから S ができます、ね、硫黄ができます。硫黄が生じます。あとは同じね。ここが違うね。ここが違うんで気をつけましょう。光合成細菌のバクテリオクロロフィルは水から電子を引き抜けないね。 H2S からしか電子を引き抜けない。だから酸素じゃなくて硫黄がね空き箱として生じると。じゃあ続いて化学合成見ていきましょう。化学合成を行う生き物を化学合成細菌って言います。単純なネーミングですね。化学合成細菌の例は硝酸菌とか硝酸菌です。生物基礎に出てきたね。そもそもこの化学合成って何かっていうと、化学合成っていうのは無機物を酸化して得た化学エネルギーで有機物を合成することね。この無機物の酸化がポイントですね。例えばね、硝酸菌なんてどんなふうに、この化学エネルギーを得てるかっていうと、どんなふうな無機物の酸化を行っているかっていうと、亜硝酸を
酸化して、酸素と亜硝酸と酸素をくっつけて硝酸に変えてます、ね、硝酸を作るから硝酸菌だよ。いいかな。ケーキを作るからケーキ屋さん、パンを作るからパン屋さん、硝酸を作るから硝酸菌だよ。でこんな反応を起こすことで化学エネルギーを得て、そしてそのエネルギーを使って有機物を合成してる。さっきは光エネルギーを使ったけどね、光合成では光エネルギーを使ったけど、今回は化学エネルギーを使って、ね、この反応によって生じた化学エネルギーを使って有機物を合成するんだね。ここまでが基本内容です。じゃあちょっとね、半歩発展に足を突っ込みます。これ生物基礎でできたじゃないですか。てかそもそも、何なんだとこれね光エネルギー分かるとね、光エネルギーで有機物合成。でこの化学エネルギーで有機物合成のこれ何が化学エネルギーとどう関係があるんだっていうと、これね、実際のところ亜硝酸より硝酸の方がエネルギー的なレベルが低いんですよ。だから亜硝酸を硝酸に変えるとこの差分のエネルギーが取り出せるんですよ。でこの差分のエネルギーで有機物を合成してるんですね。ここが光エネルギーを使う彼らとは違うところですよね。紙もさ、燃やすと熱エネルギーが出てくるじゃん。なんでかっていうと、紙と CO2 や H2O と比べた時に CO2 や H2O の方がエネルギー的にレベルが低いんですよ。だから紙っていう高エネルギーなものを CO2 とか H2O っていう低エネルギーなものに変化させると差分のエネルギーが取り出せるんですよ。それが、燃焼だったら熱エネルギーになるわけね。今回も同じように亜硝酸っていう高エネルギー物質を硝酸っていう低エネルギー物質に変えることで差分のエネルギーを取り出せるんですよ。でもそれは熱に変えないうまい仕組みがあって、そのエネルギーを使って有機物を合成するんですね。だからこれね、結構涙ぐましいことやってるんですよ。生物基礎ってさ、亜硝酸菌とか硝酸菌がさ、アンモニアを亜硝酸へ、亜硝酸を硝酸へ変えていく、消化変えていくことを、消化と言いますみたいな。このようにアンモニアは硝酸になっていきますみたいに、なんかサラサラっとあたかも亜硝酸菌とか硝酸菌がボランティアでね、消化してるように書かれてるけど、実はあれは亜硝酸菌とか硝酸菌がもうね、本当に必死に亜硝酸だ、それを酸化して硝酸に変えてエネルギー取り出して有機物作って、でその有機物で生命活動を行うっていう本当に涙ぐましいね、必死な生命活動なんですよ。だから別にあれはなんていうの、別に窒素を循環させるためにやってるのでもなければ、当たり前だけど人のためにやってるわけでもない、彼らなりの化学合成っていう必死な生命現象なんですね、この消化っていうのはね。それを俺たちがね、外から見たときにまるでね、アンモニアが硝酸化していくみたいだから消化って言ってるだけで、あれはもう涙ぐましい彼らの努力なんですね。実際ね、詳しくは述べないけど、彼らの生育速度ってすごい遅くて、これ結構ね必死なことなんですよ。紙っていう、例えばさ、紙の、成分とかセルロースとかでできてる紙とかあるけどさ、セルロースって有機物なわけ。でめちゃめちゃ高エネルギー物なわけで、セルロースをさ、CO2 とか S2 に変えると、酸化して変えると莫大なエネルギーが得られるけど、これ無機物じゃん無機物の酸化じゃん。だから本当にさ、わずかなエネルギーを取り出して頑張ってそれで炭酸同化してるっていうね、結構なんていうか神秘的な、本当に小さいけど頑張ってる生命活動なんですね。でさ、これわけのなんかいろんな生き物いっぱい出てきたじゃん。あとね、こっからより発展だけど、こういう生き物たちなんかもうごちゃごちゃしてるよね、なんとなくね。なんかいろんなやつがいいんだなみたいなさ。実際ね、光合成細菌とか化学合成細菌ってこの他にもいろいろもちろんいっぱい種があって、でそれぞれの種でやってる代謝系が違ったりするんですよ。いまだにね、これどうエネルギーを取り出して、でそのエネルギーがどう運搬されていくかとか分かってないこといっぱいあって、特にこことここはね、かなりブラックボックスなんですよ。あたかも俺分かってるように今説明したけど、本当に種によって違うブラックボックスで、そもそもだって酸素発生型の光合成を行う植物の光合成だってなんていうの、タンパク質の配置とか完全に解明されたわけじゃないし、だからすごくブラックボックスなことだってことも、知っといてください。で最後に、これごちゃごちゃわけわかんねえと思いがちじゃん。だけどさ、もちろん確かに仕事に見たら代謝系いろんな代謝系があって複雑で分かってないこといっぱいあるんだけど、これちょっと一歩離れて見てみると、酸素発生型の光合成を行う生き物1番、酸素発生しない型の光合成を行う生き物2番、
化学合成を行う生き物3番、化学合成を行う生き物3番で、どんな反応なのかを概略見てみると、酸素発生型の光合成を行う生き物ってクロロフィル A のことをクロ A ってことね。これクロロフィル A ね。あと光合じゃあんまり注目しないけど、いろんなタンパク質、これ別にクロロフィル A がイコールタンパク質って意味じゃなくて、クロロフィル A と、いろんなタンパク質って意味ね。クロロフィル A といろんなタンパク質を使って光エネルギーキャッチして水をぶっ壊すと。でできた空き箱が O2 と。で ATP とか NADPH っていう、ATP がエネルギー運搬体だよね。で NADPH がね、高いレベルのエネルギーを持った電子をね、相手に押し付けるっていうね、還元力っていうんだけど、還元力を持ってて、ちょっと難しい言葉で、高エネルギー運搬体とか高エネルギー電子運搬体とか、エネルギーの運び屋さんですね。エネルギーの運び屋さん、このエネルギーの運び屋さんを使ってカルビン・ベンソンカイロのことをカルビンカイロって書くけど、カルビン・ベンソンカイロを使って CO2 から有機物を作る。これが、酸素発生型の光合成ですね。酸素発生しない型の光合成、丸2番見てみると1番と超そっくり。違いはクロロフィル A を持ってない。クロロフィル A を持ってない。バククロって書くけどバクテリオクロロフィル、バクテリオクロロフィルと、あといろんなタンパク質を使って、やっぱりこれも光合成の仲間なんで、光合成の一種なんで光エネルギーを吸収して、だけど今回は H2O は使えずに H2S しか使えない。もちろん H2S には酸素なんかなくて S が空き箱として S が生じると。で同じように ATP とか、あとこれね、生物の種によって違うんだけど、NADH だったり NADPH だったり NAD、カッコ PH だけど、生物の種によって違います。 NADH 使ってたり NADPH 使ったり、さっきも言ったけどこれとこれって結構ブラックボックスなんで、しかも種ごとに反応系が違うんで問題文に合わせてください。こんなふうなエネルギー運搬体を使ってやっぱりカルビン・ベンソン回路のような、CO2 固定回路で CO2 から有機物を作ってると。ほとんどの独立栄養生物はね、基本的に CO2 固定回路にはカルビン・ベンソン回路を使ってます。これカルビン・ベンソン回路ほとんど。多分緑色葉細菌なんかはね、これカルビン・ベンソン回路とはちょっと違う回路を使ってるんだけど、あんまり高校じゃ意識しないです。カルビン・ベンソン回路みたいな回路を使ってるでOK です。でこれが、非酸素発生型の光合成ね。で最後化学合成。化学合成はあんまり覚えなくていいけど、シトクロムみたいなタンパク質、光合成色素は持ってないよ。何度も言うけど化学合成は光合成じゃないからね。光エネルギー使わないからね。いろんなタンパク質で酸素、小酸菌を例に考えてみると、小酸菌を例にとってみると、亜硝酸を硝酸に酸化すると。いろんな酸素といろんなタンパク質を使って、これもね面白いんだけどねヒトクロムとか使ってね、これ電子伝達してるんですよね。でだから結構電子伝達系なんですよ。ここもちょっと面白くて、まだ全然未解明です。で未解明な仕組みを使って ATP とか NAD とか NADPH とかを作り出す。でそれを使ってやっぱり CO2 から有機物を作ってる。カルビン・ベンソン回路を使って CO2 から有機物を作ってる。でこれ見て、さっきさ初めに分類した時はさ、もうごちゃごちゃじゃん。なんかいろんな、なんだよ、酸素発生、非酸素発生、硫黄、硝酸ね、亜硝酸で化学エネルギー、もうごちゃごちゃしてるじゃん。でも見てこれ1番2番3番、これ一歩引いてみたら全部さ
エネルギー獲得ステップがあるじゃんね。でエネルギーを運搬するステップがあるよ。そして最後に CO2 から有機物を合成するステップがある。こう見てみると、一歩引いて見てみるとそっくりなんだよね、全部ね。そっくりなんですよ。だこれが、生物の、多様性と共通性の面白さで、彼ら生物の種一つ一つを見ていくとさまざまな代謝系があって、とっても複雑にまだ解明されてないこともたくさんありながら、いろんなタンパク質や光合成を行うんだったらいろんな光合成色素が複雑に、設置されてると。だけど逆にこう引いて見てみると全部そっくりなんだよね。エネルギー獲得して、でそれを運搬してカルビンベンソン回路を回すっていう。だここがとってもすごく面白いところなんですよね。ちょっと講義長くなっちゃったんだけど、分かってないこといっぱいあるんだよね。講義長くなっちゃったんだけど、このね炭酸銅化のいろんな種類とそれぞれ、余裕のある人はそれぞれの共通性でね、この辺が結構、生物学の本質で面白いところなんで、余裕のある人はねこの概略図までちょっと見ておきましょう。テストに問われるのはねこの生物例とかがよく問われますね。あと、光合成細菌と化合成細菌をごっちゃにしないことですね。以上ちょっと長くなっちゃったけど復習してみてください。